おいっすっすー、霊夢部長インスタを。おいっすっすー、マリちゃんもインスタを。今回は東方プロジェクトの基本のネットスレ用語をご紹介していきますよ。東方プロジェクトはニコニコの歴史も深いから用語がめちゃくちゃあるのよね。元ネタとかも知りたかったからよろしく頼むよ。今日から使える基本スレ用語ばかりなので注目です。それではまずはじめに紹介するのは、そうなのかです。実用性半端じゃないスレ用語よね。こちらはもともと東方高魔教の一面ボスであるルーミアが言ったセリフであり、その実用性の高さと、認知度の高さでネットのスレなんかではよく使われます。ルーミアといえば、両手を左右に大きく広げたポーズをよくとってそうなのかが二次創作での鉄板ジョークですよね。手を広げる仕草が天使すぎて可愛いんだよな。そんな愛くるしさも相まって流行ったんだろうな。では本家ルーミアが言ったシーンを一緒に見ていきましょう。ルーミア、そうなのよね。お化けも出るし、たまんないわ。霊夢って、あんた誰？ルーミア、さっきあったじゃない。あんた、もしかして鳥ね？霊夢、人は暗いところでは物がよく見えないのよ。ルーミア、あら？夜しか活動しない人も見たことある気がするわ。霊夢、それは取って食べたりしてもいいのよ。ルーミア、そうなのか。霊夢、で、邪魔なんですけど。ルーミア、目の前が取って食べれる人類？霊夢のジョークを適当にスルーする煽りっぷりでしょ。非常にポップでダークなルーミアらしい発言ですね。使い方としては、本家通りアドバイスをもらったりした時に使うのがいいでしょう。ただ、場面を間違えると煽りにしか聞こえないので注意。このそうなのかは霊夢との会話で一度だけ言ったにもかかわらず、インパクト絶大で二次創作によく多用されることになり有名になりました。書籍、文化庁では足として並走なのかとも発言していますよ。一度だけ言った発言がここまで有名になるとはな。ここだけの話桜を買収して流行らせたらしい。そうなのか続いて紹介するのは浄画よ。見てるか？です。よく聞くスレ用語だけど、そういえばこの元ネタってなんだっけ？こちらのスレ用語の元ネタはウィンバン初の名字がない漢樹伝六面ボスの純子が言ったセリフですよ。さらにウィンバンの東方史上初の二つ名を持たないボスなのです。恨みに純化された例であり、すでに自らが何者なのかという情報すら必要としなくなっていました。頭の中恨みでいっぱいで名前忘れるって鬱設定すぎでしょ。なぜここまでお怒りなのかは、純子は浄画という月の女神の夫に実の子供を殺されたからです。ちなみに、浄画の夫は純子の夫でもあるんだ。特に浄画が手を加えたわけではないのだけど、ここまでお怒りなので夫にそそのかしたのかもしれませんね。純子の恨みは純化され、一人歩きしている状態だった。そのため昔からたびたび月の都を襲撃していたらしく、漢樹伝でも月を襲おうとしていました。前々から襲撃していたのね。それにもかかわらず、あの月の民たちが捕まえられないところを見ると相当な実力の持ち主なんだな。と入っても、尊大かつ率直な物言いをするのですが、浄画や月の民以外のことに関しては礼儀のいい接し方をします。確かに誰に対しても敬語を使っていて恨んではいるけど、特に取り乱すことはなかったよな。もともと恨みなんてなかったらめちゃくちゃいい人そうだぜ。それでは本家純子が言った、浄画よ見ているかを見ていきましょう。純子、そんなにし汚れの匂いを身にまとった人間では私を倒せない。私の名は純子。私の純化の力で無条件にあなたを殺すことができてしまう。あなたはここまで何回ミスを犯してきたのです？霊夢、でも、そんなに多くないはず。そういえば営利には薬を使わないと今回の敵にかなわないと言っていたけど、副作用が怖いから使わないできちゃったのよね。純子、月の民も随分と愚かなミスをした。この地上人はお前らが考えるよりもはるかに弱かったようですね。ただ月の民との交戦は硬直状態が続いて飽き飽きしていたところです。不具体点の敵、浄画よ。見てるか？この者が生死の狭間でもがく姿を、これから地上の人間と交戦するっていうのに浄画に煽っているところめちゃくちゃ恨んでるんだな。これがあまりにもインパクトが強く、非常に有名な名言になっていますね。二次創作でもよくネタとして使われていて、スマホ越しに美味しそうな料理を見せびらかせながら言ったり、はたまた成人向けにも転用されることも、使いやすさ抜群だもんね。ちなみに完全無欠モード、レガシーモードというノーミスでのクリアをすると、純子、彼女とはもう別の星に住み、会うことはできないが、国点をいただかずとも憎しみだけが純化する。見せよ命を賭した地上人の可能性を、そして見よ生死を拒絶した純粋なる霊力を。となって発言が変わるので、せっかくノーミスクリアしたのに名言が聞けないと、悔しさのあまり恨みが純化して一人歩きしたものが続出したんだとか。いや矢のゴシップよりひどい嘘つくんじゃありません。続いて紹介するのはヘニョリレーザーです。なんだその弱々しそうな弾幕の名前。それが逆に強すぎて与えられた有名な名前と言ってもいいんですよ。ヘニョリレーザーとは、対等 STG や東方プロジェクト作品でよく見かけるぐにゃーっと曲がる謎レーザーの俗称。曲がりくねって飛ぶ戦場の攻撃で、曲がるけどレーザーじゃないものに対してもレーザーと呼ばれていますよ。当たり判定が分かりにくい上に進行方向が予想しにくいので、めちゃくちゃ厄介な弾幕ですね。東方のヘニョリレーザーといえばトラマルショーでしょう。トラマルショーは砲塔という設定上、あらゆるものを焼き尽くす光線を放つことができる最強武器を持っています。
その宝刀の力がこの令和の時代になって判明しましたが、地面をえぐり散らかす威力を持っているのが分かりました。ちなみにAIはこの弾幕でも遊戯会程度らしい。そんなえげつない威力を放つ宝刀をわざわざヘニョリレーザーとしていやらしく放ってくるのです。弾幕ごっことしてはマスパよりヘニョリレーザーの方が有能だもんね。東方精錬戦は難易度高めなので、このヘニョリストの小肉戦を強いられたでしょう。原作をやれば使うことになるでしょうから覚えておくといいだろうな。続いて紹介するのはマルキューです。これは東方界では超有名な用語だよ。でも結局元ネタと意味ってなんだっけ？元ネタは結構知らない人は多いでしょうね。まずチルノはコウマ間近くの湖に住んでいる氷の妖精。ちなみに家は氷で作った鎌倉。妖精らしくて可愛いな。二次創作ではよくコウマ峡2面道中で出てきた大ちゃんこと大妖精や、ルーミアやリブルあたりの一面二面と住んでいることもありますね。そんなおてんば娘のチルノはマルキューで親しまれています。意味はバカとして使われていて、他のキャラに対してもマルキューが使われるんだ。そしてこのマルキューの元ネタは東方海絵塚でのマニュアルの画面説明に一時期などの説明に混じって、チルノのところにマルキュー、その下の説明欄に9。バカと書いてあったことから、おバカちゃんであることの公式設定とマルキューがあだ名や愛称となったのですよ。チルノがおバカちゃんなことはまさかの公式認定されていたのか。それからは、東方界隈では数字で箇条書きするときしばしば9番目に9バカと書かれてしまうようになりました。原作で丸9バカという項目にチルノが示されていて、それが二次創作などで使われるようになったのね。とはいえ、妖精全般が子供っぽいという設定がありチルノが特別そうというわけではない。綾が三妖精を取材した時も会話が幼稚園児というほどだしね。こちらは非常に有名で海外でもミームとして人気が高い名言でもあります。原作では使われていないのに海外まで轟くのか。由来通りバカという意味なので、あんまり乱発すると、気分を害する人もいるので気をつけましょう。二次創作にありがちな算数ができないバカではなく、バカ正直みたいな自分に素直、気持ちがまっすぐ的な意味なんだと思われるしな。そもそも妖精という種族自体が子供なので注意してくださいね。公式チルノは新聞を読んでいたりするからかなり賢い部類なんだぜ。マルキューの使い方としては、自虐ネタとかで使うとか可愛いという意味合いでマルキューを使うといいでしょう。それでは次に紹介するのは、モコタンインシタオ、です。こちらは原作由来ではないけど、めちゃくちゃ有名なスレ用語の一つよね。まずモコウは蓬莱の薬という霊薬を盗んで飲んでしまい不老不死となったという経緯があるんですよ。そんなモコウは孤独なふりをして結構友達が多いビジネスインチェ。自分を罰するためか孤独ぶっていますが、ケイネ、トウコ、カブヤ、マミゾウなどなど結構います。別に孤独ぶっているわけではないけどね。そんな実は陽キャラだったモコウのファンからの愛称はモコタン。悲しい生い立ちやボーイッシュな雰囲気なモコウに対してギャップある愛称でいいよね。この愛称はモコタンインシタオというネタがニコニコ動画などで流行った影響です。なるほど、だからモコタンと言われるのね。それでモコタンインシタオはどこから来たんだ？これはスクウェアエニックス提供の MMOFF11 のねミノルネタであるポコタンインシタオの改編ネタなんですよ。ほまさかファイナルファンタジーのパロディから生まれたネタだったんだ。それは面白い歴史だな。二次創作ではモコウがネタキャラとして登場した時に使われますね。有名どころは東宝 M1 グランプリとかだよな。元ネタからするにモコタンがインシタの周りの人物が見て、インシタオというネタであるのですが、ニコニコやその他モコタンインシタオネタが使われている場所では大抵モコタン自身が自己紹介よろしくインシタオと言っているのです。どこから、何にインしたのかは不明。またこのセリフが使われる場合は AA の関係で、地面の下から蓋を開けて出てくる姿で書かれることが多いのです。だからマンホールから出てくるようなモコタンのイラストがあったりするのね。他にも重宝されて使われる場面を思い出しました。モコタンのモコタンにインしたを。いやそれで使ってるのあんただけだよ。続いて紹介する東方スレ用語は、というよりもコラ画像ですね。コラ画像だと？一体どんな画像なんだ？それがこちら。めちゃくちゃ見る。可愛いよなこの画像。でもこれって一体何なの？実はこちらは名前があり、ギャテコラ画像と呼ばれます。ギャテってことは過疎谷京子が元ネタになりそうだな。当たり、こちらは京子が絡んでいますよ。こちらの画像は猫村氏が2011年4月30日に投稿した霧雨マリサが過疎谷京子を犬猫扱いする4コマ漫画が元ネタ。本当だこの顔だ。ちなみにギャテコラのギャテとは、東方心霊病2面ゲームにて過疎谷京子がギャーテと般若心経のこの部分を唱えつつ登場した名言からですね。京子の愛称でもあるからギャテコラってことね。でもどうしてこの顔が流行ったんだ？その1コマ目の過疎谷京子のデフォルメを元に双葉星チャンネルで大量のコラ画像が作られたのです。2001年の2チャンネル閉鎖騒動の際に設立された避難所で画像投稿機能が特徴だぜ。なるほど、画像に強い双葉チャンネルでコラ画像が生産されたのね。なんと印版書籍は全キャラ作られていて、旧作やモブのコラも多数存在します。いやモブもいるってすごすぎやろ。なんだった
から現在では東宝プロジェクトのみならず他の作品のキャラにもデフォルメ顔ぐらいのパターンの一つとして広がっていますよ。ほぼ全ての東宝キャラのジャテコラが作成されているだけでなく東宝以外のキャラも充実していて、近年では正面絵や全身絵、自由なポーズをとった絵、中にはリアル頭身や人物ですらないものもジャテコラが作成されていますよ。コラの名が指す通り、ジャテの顔に別の顔をはめ込んだりラテの服や髪型を変えたりするものが基本だけど中には結構な力作もありますよ。まさに第二のゆっくりとなりつつあるのね。ちなみにね、小村氏書き下ろしのジャテコラがキーホルダー化されたことがあります。欲しい。マリサさんのところで紹介した、秋葉原の東宝ショップにならあるかもですね。どうやら海外でも認知されてきているようで、この哀愁漂うジャテコラのインパクトは計り知れませんよ。続いて紹介するのはミョンです。これはゆっくりでめちゃくちゃ使われているし、そうなのかと並ぶ古くから歴史ある用語なので知っている人は多いでしょう。東宝ヨーヨームごめんボスのヨウムの愛称でもある用語だよね。でもレイム部長、ヨウムのミョンとは結局何なの？これは東宝ヨーヨームのおまけテキストに記述されているエキストラストーリーの会話中にて、レイムたちがひょんなところで、といった直後にユユコを探していたヨウムが登場し、ユユコ様また、ひょんなところにいてと発言しました。へえ、原作のエキストラストーリーで使われた言葉なんだ。これは、直前の会話をヨウムが聞いていたため、ヒョンとミョウをあえて混ぜられたものと考えられますね。ミョンという語がテキストの語字ではないかという意見もありますが、テキスト中ではミョンが3回も登場していることからわざとでしょう。東宝ステーションでズンさんがいる中ミョンについて語られていたが、語字とは言ってなかったから用してだろうな。それでは実際の会話をどうぞ。巷は冥界から溢れた幽霊でいっぱいだわ。何を間違えたか家の近くまで来ていたから、あなたに文句を言うために探したのよ。私だって、ただひょんなところでお茶を濁しているだけじゃないわ。もうすでに、冥府の結界の修復は頼んであるわ。ならなんで、ひょんなところでのんびりしてるんだ？帰れなくなるぜ。ひょんなって何よ。そして、また一人、亡霊姫を訪ねてくる者がいた。いや、一人ではなく、二分の一人かもしれないが。ゆゆこ様、また、ひょんなところにいて。これが本家のミョンだったのか、すごくいいものを見れたぜ。とても可愛らしくて使ってみたい言葉ではありますが、実際私たちが使うとなると、誰だお前？状態になりますね。可愛いから語尾にミョン使いたくなるけど、周りから冷ややかな目で見られること間違いないもんな。もし使うならば先ほどヨウムが実際に使ったみたいにミョウをミョンと混ぜてうまく扱うのがベストでしょう。ジョジョのミョンな冒険みたいな感じってことね。あとは認知度が高いので、ネット上で使うにはありでしょう。もしリアルの日常で使うとなると厳しいところあるよな。かなり可愛い子が使わないと厳しいですよね。私ぐらい可愛い子じゃないと使えないミョン。続いて紹介するのは、エイリンです。東宝初心者はこれから入るのが定番でしょう。エイリンでわかると思いますが、こちらは矢心エイリンの名言。実際に言ったわけではないけどな。まずエイリンについてなんですが、永遠帝に住む元月の都の賢者というどえらい方で、蓬莱山かぐや、私たちがよく知る竹取物語のかぐや姫の専属従者でもありますよ。かぐやは実は結構天然で、地上に住むことなど含めて優秀なエイリンに助けてもらうことが多いから助けてエイリンとなったんだろうな。そしてエイリンについてはビートマリオさんによる東宝アレンジ曲ヘルプミー、エイリンに登場するセリフです。あまりにも有名だから東宝をあまり知らない人なら主従関係にあるかぐやが言ったと勘違いしていた人もいるかもね。ちなみにエイリンと何度も叫ぶため、矢心エイリンのテーマ曲と勘違いされやすいですが、エイリン助けてエイリンという歌詞の通り、矢心エイリンに助けを呼ぶ蓬莱山かぐやを歌ったもので、原曲はかぐやのテーマ曲竹取飛翔なので注意されたし、ただし、2番のエイリン私へのサインの部分は矢心エイリンの視点なんだけどな。そしてこの絵文字エイリンというアスキーアートが非常に有名ですが元ネタは知っているでしょうか？元ネタなんてあったの？実は2チャンネルのアスキーアートジョルジュ長岡が元ネタ。ジョルジュ長岡のセリフオッパオッパを、東宝アレンジで有名なビートマリオ氏が自身の楽曲ヘルプミー、エイリンの中でエイリンと変えたのが始まり。ほほう、まさかのオッパオッパから来ているのか。そう、オッパオッパから来ていたのです。いや何度も続けなくていいから。この元ネタを尊重して集まれ東宝ステーションのエンディングでビートマリオさんと観客1000人でオッパオッパと叫んでいました。現場にいましたがルナティックタイムでした。また実は超有名な論破でおなじみのひろゆき氏はエイリンが一番東宝キャラで印象が強いようです。ひろゆき氏って、2チャンネルの元管理人で実業家文筆家としての活動が中心の方だよな。今は YouTube 配信で面白い雑学などを紹介している方ですね。そんなひろゆき氏はエイリンが脳に焼き付いたらしい。その理由はなんでなの？それはなんとビートマリオ氏のヘルプミーエイリンの曲を聴いて焼き付いたとのこと。ほへー、まさかのヘルプミー、エイリンで焼き付いたのか。
それだけ有名な方も焼き付くほど、エイリンコールはインパクトあるんだな。またライブなんかやってもらえる時には皆さんもエイリンコールをしましょう。またエイリンといえば矢心先生も有名ですね。なんかめちゃくちゃ変なコラ画像のエイリンのことを矢心先生って言うよね。そうそう、その画像がこちら。なんじゃこりゃ、どう見てもおちんちんじゃん。いやはっきり言い過ぎや。矢心エイリンのような姿をした何か。矢心先生自体の書室は日のアリスと友達になるスレ。本スレでは謎のカウンセラーらしい。元ネタは、2チャンネルのガイドライン板にあるスレ試験範囲ここまでにて使われているつまりというアスキアート。手を高速でもみもみしたり、戦闘機とドッグファイトしたり、ネギを振り回したりやりたい放題。矢心エイリンとの関連性はほとんどなく、完全に別キャラとして扱われていますよ。つまり私たちみたいにレイムとマリサの格好をしている別の何かなのね。視聴者さんは一体これの正体は何だと思うかぜひコメントで教えてくれよな。続いて紹介するのは、11点の女です。あ、はいはいはい。ちょいちょい聞くけどこれ一体何なの？この11点の女とはコメージ悟りのことです。東宝プロジェクトに登場するコメージ悟りに関連してファンの間で語られている語で、東宝外来異変掲載のクロスレビューにおける悟りの上限を超えた自己評価が由来。悟りが自身で10点満点中11点をつけたってこと？東宝外来異変のクロスレビューとは、作中の登場人物たちが主に他社作中人物たちについて短いコメントと数値などを通して評価を送るというもので、作中の位置づけとしてはかつて起きたある一つの異変の際に白霊レイムや霧雨マリサをはじめとした面々が出会った存在たちを振り返るというもの。各ゲーム作品などとして発表された際に同作中で登場するキャラクターたちについて一つの枠組みとして作中登場人物がレビューするといったものです。そして地霊伝でのクロスレビューでは悟りも評価側に立つのですが、10点満点中自分のレビューのところで11点をつけたのだった。点数飛び越えてるやないか。これを元として呼び方としては、11点の女の他にも11点のお姉ちゃんなど様々な呼び方が付けられています。だから11点の女と呼ばれていたのか。その11点をつけた自分自身のレビューってどんなものなの？心を読むことは本当に素晴らしい。どんな相手にも通用する最高の能力だわ。これ以上の評価はできない点数ね。といったようにめちゃくちゃ自分の能力を褒めています。まさか悟りがこんな自己愛強い子だったとはな。ただこれは仕方がないことで、設定上心が読めるのでほぼ孤独のため、自己愛が強まったのでしょう。なるほど、めちゃくちゃ面白い考察だなそれ。そこまで考えているズンさんが凄すぎますよ。ちなみにレイム部長は10点満点中何点なの？まあ私は謙虚なんで11点とは言わず引いて9点ですな。なるほど、その9は丸9っていうことね。全然違うわ。続いて紹介するのはオゼウ様とレミラです。なんとなくレミリアのこと指しているのは察せれるけど、元ネタと意味がわからないな。そう、こちらは東方高魔強6面ボスのレミリア・スカーレットの相性の一つ。なんとなくだけど、小さくデフォルメチビキャラ化したレミリアなんかに使われることが多いよね。お嬢様がなまって、オゼウ様となったとされていますが真相は不明。若干ふざけた感じの呼び方出し合ってそうな感じはあるね。そしてレミラはオゼウ様よりもさらにカリスマブレイクが激しい時に使われるっぽいですね。デフォルメ化が進行していることも多く、こじんまりとした幼女だったり、ゆっくりだったり、その姿を見た昨夜が鼻血を出して抱きかかえるというのが鉄板よね。カリスマブレイクのレミリアという印象が強いですが、ただもともと原作レミリアはカリスマ性は霊なので注意。高魔教から血をこぼすだったり、霊夢に抱きついたりともともと幼女キャラ貫いてるもんね。ズンさんもレミリアのカリスマ性は種族的なものと言っていますよ。なのでぜひ原作レミリアにもオゼウ様とレミラを使ってあげてください。それにしても東方は歴史が深いだけあってスレ用語もたくさんあって面白いぜ。マクドナルドとコラボするほどだし本当に魅力的なコンテンツばかりで最高の作品ですよね。さて今回はここまで。視聴者さんがよく使う東方用語があればコメントで教えてくれよな。また今年の人気曲ランキングについても紹介しているので見に行ってみてくださいね。それではここまでご視聴ありがとうございました。